おはようございます。みんなの深田ですよ。どうも、はじめまして。はじめましてじゃないですね。今日はね、モーターランド三河に狂った行かれたやつがね、この5月6日のゴールデンウィークに集まってるということで見にやってきました。去年はね、鈴鹿ツインの方で開催されて、去年も僕来させてもらったんですけども、イベントの名前はドリドレっていうんですけど、ドリフトドレスアップのイベントだと思うんですけどね、変わった車しかいないんですよ。今年もさらに変わった車を作ってきたやつがいっぱいいるみたいなので、それも踏まえていろいろ見ていきたいと思います。去年鈴鹿ツインで1番になった車を発見しましたよ。ご無沙汰してます。そうです。あれ確か横浜から来たんちゃいますか。そうですね。はい。お名前をどうぞ、カメラに向かって。名前は磯木博です。去年、はい、横浜から来て、今年もこの混んでる中、はい、横浜から来たっていう。はい、エアコンなしで、はい、エアコンがないんで。どうなんですか、今年の意気込みはドリドリに対して。去年頂点取らせてもらって、今年はちょっと楽しんで走りたいなと思って。なんかね、だいぶこれ変態チックな車を見つけたんですけれども、これ何なんでしょうね。走らないでしょうね。おそらくタイヤ積んできてるんで、誰かのサポートで来られてると思うんですけど、お名前どうぞ。石川です。はい。どこから来られたんですか。静岡県。まあまあ近いですね。これなんていう車なんですか。マツダの逆輸入車の B2600。B2600 っていうのが、その社名なんですか。社名。日本だとプロシードっていう名前で売ってたらしいです。はいはいはい。の逆輸入車。左半ですもんね。はい。で今日は誰かのお手伝いで。いや一応走るつもりで。ただ今日デビューなんですよ。ちょっと待って、ドリフトするっていう流れで。そうです。一応油圧サイドつけて、切れ角もちょっと上げて、目立ちたがり屋だもんで。それはなんでこっちを、前の車どうしたんですか。あります。それで今回また。いやでも同じので来ちゃったらつまらんじゃないですか。そこがバカです。そこが。買った時から SR が乗ってたんですよ。マツダの車なんですけど、SR エンジンが乗ってて、 SR に乗ってるし、リアも独立に変えてあって、コーシングじゃなくて、どういう人できるんじゃないかなと思って。今確かにかっこいいですけど、このルックス確かにしてたらすごいウケると思います。ですよね。作り込みが半端ないシルビアを見つけてしまったんですよ。お名前教えてください。助川ワグネルです。どこから来られたんですか。ブラジルから。ブラジルから。今もブラジル。いや違う、今は愛知に住んでます。愛知からですよね。すごいお金かかってます。で、お金というより手間がかかってる感じですよね。自分は板金屋さんだから、で趣味として週末にやってるんだもんで。全部自分でしてるんですか。はい、全部0から10まで全部。すっごい綺麗なんですよ。これちなみに何のエンジンなんですか。ステルショーのエンジン 3UZ。 じゃあ4リッターの NA ですね。はい、4リッターの NA です。これ全部自分で作られたんですか。そうです。こういうパイプとかバーニングとか全部自分で試作で。すごいですよ。これはすっごい綺麗に作れてるんですけど、このヘッドライトとかも見てください。これも全部ご自分で作られてるんですか。こういうカバーだけはアメリカから輸入して、でこれは市販のバーライト、作業灯、作業灯。いろいろ試作で、ペダルもオルガンペダルだし。そうなんですか。それも全部自分で作って。いや、これはイギリスから輸入したんです。またイギリスから。ブラジルじゃないんですね、これ。これは今度イギリスです。これちなみにね、左ハンドルなんですけど、アメリカからラックボックスを輸入してつけたんです。じゃあ右ハンドルだったシルビアをわざわざ左ハンドルに。すごいですね。
ブラジル人なもんで、左ハンドル乗りやすくて、ずっと作りたくて。基本は左ハンドル。はい、ブラジルは。今回そんなに鬼キャンでもなく、どっちかというと後ろポジってるんですよ。ポジキャンになってるんですけど、あれなんでポジキャンになってるんですか？あれは一応トラクションかかりやすいにポジ。トラクションなんて考えてるんですか？だって見てください、どの車もみんなトラクションなんか一切考えてないじゃないですか。ちょっと反対向けてきましたね。人より進むようにってことですね。そうです。今回新潟県からお越しの大島選手、ニューマシン持ってきたんですよ。このニューマシンね、何がすごいって 3.4 リッターのタービンは T88、 おおよそ1000馬力オーバー、ラインロックシステムから全部ついてるアホみたいな車なんですよ。見てください、この仕上がりを。すごい決まってるんですよね。でもさっきからいつまでたっても走んないんですよ。そしたらね、なんとちょっとね、本人を見つけてしまったんで、本人のちょっと行きましょう。本人ね、あんな状態なんです。これなんであんな状態になるかというと、走行一発目の本当の1周目入った下りからいきなりクラッチ蹴ったら、ペラ車かドラ車かどっちか行ったらしいんです。でまさかのドリフトせずに今日が終わったって、あんなグロッキーな状態になってますね。はい、まあその詳しい動画が撮れてるんで、こちらをご覧ください。どうでした？伝わったでしょ？多分1000馬力の200馬力ぐらいしか使ってない可能性が高いんですけれども、いきなり来てそんなペラ車かドラ車か折れてしもうたらあんなりますよ。なんで今回こんなイベント来られたんですか？やっぱかっこいい車がいっぱい見れるっていうのが大きいですね。今回ドリドレ来られてると思うんですけど、どうですか、見てて。楽しいです。楽しいです。どうですか、ドリドレ。楽しいです。見てて面白いです。面白いです。自分でもしようと思わないです。いや、思わないですね。ひどい。ありがとうございます。この普通のカメラ、携帯のカメラじゃなくて、ちょっと本物志向のカメラで撮られてる人がすっごい多いんですよ。僕こうやって近寄ってもあんまり相手にしてもらえないんですけど、今日どうですか、何撮られてます？車、気温が好きでちょっと撮ってますね。ご自身も一応乗ってはるんですか？いや、僕は乗ってないです。まだ乗ってないです。これから乗って見たいなみたいな。どうなんですか、今日ドリドリ見て。いや、レベル高くて見てて面白いです。あ、そうですか。なんかこう、こんな車好きやとかあるんですか？古いやつがいいっす。71とか。そんなにちょっといい感じであれチェックされてるんですね。あれかっこいいです。いいですね。見てます。面白いですか、ドリドレ。楽しいです。最後沖縄県民なんで
沖縄県民なんです。沖縄から来たんですか？すごい。この車、おそらくこの会場で一番低い車だと思うんですけれども、ちょっとね、どの車を見てもこれより低い車がないんですよ。あ、どうもこんにちは。金君、多分去年もいろいろお聞きさせてもらったと思うんですけれども、はい、これまたなんか低くしてきた？車高自体はそんなには下がってないですけど、腹下の余裕はもう今は5センチ以上はありますね。これでまだ5センチもある？フレームはもう全然5センチぐらいあります。それはフレームを何かしたってこと？もう床全部切って外して、で角パイプで床を作ってフレームを作って。角パイプで床を作るって、それなんか見てわかるんです？見てわかります。ちょっと見せてください。ここの床を全部切って外して、でフレームを作って、で鉄板を適当にこうバーッと張って、でマフラーはここの中に入ってます。じゃあ下のは何もないってこと？下はもうフラットです。あ、全部が？全部床の高さで全部フラットなんで、でここの床もシルビアは下がってるんで、切って上げてすらないようには作りました。すごいこう言い方としてはめちゃくちゃ簡単に言ってますけど、全然簡単な作業ちゃうでしょこれ。図工みたいな感じですね。図工？ちなみに図画工作の点数良かったんですか？まあ4ぐらいですね。全然あかん、普通じゃないですか。そこ5って言ってほしかったっすよほんま。フレームを作って下げたら、今度メンバーがまた前後の低くなってきたんで、次はまあメンバーかなと思ってますね。はい。でもまだもっと突き詰めようとしてるってことですよね。そうですね。まだもうちょっといけるかなっていうところはありますね。そうですか。いやこれはほんまにすごいと思います。だってどの車より多分一番低いと思います。そう低い言うたらめっちゃにやけるんですよ。ニコ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 するから。低いけど走れるように作りたいんで。そこですよね。今年はもう去年よりもリアのキャンパーを4度ぐらいまで起こして、足回りのバネとかももう16キロ14キロでちょっと動く方向にセットして、もっと沈むけど動かしてみたいな。そうですね。皆さんこれ見てください。なんか分かる人には分かるこのスタイル。これ東北スタイルっていうんですかね。当時一世を風靡した熊顔っていうんですかね。Kスタイルのバンパーでシャゴタンでサンルーフもついててって、なんか昔を思い出すレアな一台なんですけど、お名前どうぞ。斉藤です。斉藤さん、どこから来ましたか？横浜から来ました。横浜から。2000年代前半のプロ撮りみたいな。当時仕様みたいな。なんかちょっと熊久保さん的なイメージした。そうですね。当時を思い出すというか、こう懐かしい気分にさせてくれる一音ですよね。これサンルーフってもともとついてたやつですか？いや、ついてない。切って剥がして屋根交換しました。サンルーフ付きの車じゃなくて、サンルーフをつけたいがために屋根を張り替えた大バカ野郎ですか？そうです。そうです。本当に溶接してます。ほんまに切ってます。普通切ってでサンルーフだけ切るんやったらいいんですけど、ここ切ります？